Fujiyama! Alright, welcome back to Rock Fujiyama. さあ今回もですねロスを拠点に活動するギターベースの二刀流プレイヤー安野村。ちょっと今回はそのギターへのこだわりより深掘りさせていただきたいと思います。そもそも現在どういう活動を主にしてるんでしょうか。今は自分のバンドとかもやってるんですけど、それはロスで。そうですね、ラルカンシューのハイドさんのソロでギター弾かせていただいたり、ちょうど多分5月の半ばからシンガーの愛さんのツアーに参加させて全く畑の違うアーティストの、いいね。全然違います。もう売れっ子プレイヤーっていう感じですね。さあ、そんな安野村のギターへのこだわりを、深掘りしていきたいと思います。やっぱギターで一番大事にしてる部分ってどういうとこですか。まず音の良さは確実に、あと弾きやすさ、ネックが薄めのが弾きやすい。薄め。俺はあとやっぱ弦高を下げられるのとネックをできるだけまっすぐに、おそらくフレッドボードがこう平らなんじゃないですか。そう平らの方がいいですよね。これは割とこう丸くなってる。そうですね。確かに。これはって自分のですよね。でもそれもやっぱりフラットで。でもそうですね。いやさすがジャクソンって感じですね。いい感じです。僕はなんか鈍すぎていいかどうかわかんない。そういうのをこだわりを凝縮したのがこのジャクソン。そうですね。これとかめっちゃ弾きやすいですし、チューニングもめっちゃ合うんで、フロイドですしね。アーム派ですもんね。そうですね。でもアーミングのアプローチがちょっとローリーとはまた対照的というか、ちょっと個性が出ますよね。いや僕はそうですね。ロイさんは手を全部使って握るんじゃないですか。で、ヤスさんは指一本だけ。なんかそうですね。だいたいこうしてこうなんか多分開放弦をビョーンって今もやってるんだけど、この時にこう手を開いた時のこれが美しいね。所作がほうみたいな鳥のね優雅な感じにこういくのよね。そう普段はこれで弾いてるんですけど、やっぱこれだと下げきれないんで、めっちゃ下げるときはこれが美しいね。これが美しい。バーがないと物足りないって感じですか。そうですね。本当。で一時期頼りすぎちゃって、左手のこのビブラートとかが全然うまくならなかった。一回アーム使わない練習もしましたけど、でやっぱあった方がいいです。なるほどね。安心。マーティはとことんやっぱこうアーム使わない派だよね。そうですね。なんでだろう。アームの表現、その僕の表現の中にアームが必要と思ってるフレーズがないんですよ。時々アルバムレコーディングの時にこのフレーズだったらアームがあればいいのにと思ってアーム弾こうと思ったら僕は下手すぎて結局できない。でもラッキーなことはそんなにアームが必要と思ってないです。だからちゃんとアーム弾くのにちゃんとアームのテクがないと、ただ遊んだりするわけじゃないじゃん。初めて手に入れたギターにもついてたでしょ。ついてたんですけど、当時の先生がアームは使わない方がいいみたい。要はマーティ寄りですね。ちゃんと左手をうまくなるためにアームに頼りすぎちゃうのが良くないっていう多分ことだったと思うんです。初めね、もともとギター弾き始めの時にアームがついてるだけでチューニングがまずできないんじゃないかな。確かに。特にフロイトローズは。それで
できなくてこの後ろになんか入れてはめて止めてもらったっすね先生に。ははははだから最初はアーム全然使ってなかったですよ。どんどんこっちを回したらこうどんどん狂っていくもんね。でも不思議なことにフランク・マリーノ知ってるじゃないですか、彼はアーミングの SG やったんですね、で彼すごく激しくアーミングしててもう半端ない激しくしてるのにチューニング崩せない、その現象を見た。なんでなんか僕はアーミング触ったら一瞬で終わりって感じですね。それはですねフランク・マリーノも僕もそうですけどアーミングをやってるとチューニングが治るっていうんですかね。まあちょっとだけ上げて、これ今大丈夫ですよね、でこれぐらいこうチューニングがくりますね。治りますね。そういうことです。だから初めてじゃないですかそれ。すごい現象。これはウリもリッチーもみんなこれですよ。つまりこうねこれぐらいやって狂ったらアームを即座に入れて直すと。すげえ。めっちゃ勉強になります。いやそう考えたことなかった。そういう考えはなかったんだ。これはこういうタイプはフロイト・ローズだけど、フロイト・ローズが出てきたのって78年ぐらいにバンヘイレンが初めて使ったんですけど、その前から僕やってるからちょっとフロイト・ローズ否定派なんですよね。でも生まれた時からあるから何とも思わないよね。そうっすね。でフロイト・ローズ使ってない人はみんなそうですよ。面白い。チューニングがアームを使うとチューニングが来るのではなくてアームを使うとチューニングが治るからアームをしてないといけない。不思議。でもそもそも崩してほしくないんですよ。例えばこれやってもだからちゃんとチューニングも持ってほしいです。こう入れたら大丈夫です。だからそういう奏法ですよね。面白すぎ。マーティはそこでチューニングが狂わないなんか秘密はあるんですか？秘密ないです。楽器が素晴らしいから。ジャクソンはなんか何よりなんかなんていうかなブティックのギターっていろんなつまみとかあるなんですけど、ジャクソンはただのワークツールと思ったらなんか本当に丈夫ですし、いくらでも攻撃的に叩いてもいくらでも変な気候のツアーとかやっても、ギターは崩せないということはそれはジャクソンの特徴です。さあということでですね、ここで実は、安野村からマーティへお願いがあるということなんですけども、ギターを弾かせていただいてもいい？僕のギターですか？もちろん。こんな機会なかなかないですよ。なかなかこうマーティにギター貸してっていう人いなかったですね。言えないですもんね。原稿高めなんですね。あらす。いや素晴らしい。原稿高い。これ弦はちなみに10から46ですね。10なんですね。いや全然素安は晴らしい。弦はもう10だったんですけど最近 9.5 に変えました。9.5 とかあるんですか？いや最近あって。女の子逃げないで。最近 9.5 どこのやつですか？ダダリオのやつですね。10だとちょっと彫金が疲れちゃうんですよね。やっぱこう負担が。そうですね、負担めっちゃ楽になりました。でもマーティさんが10使ってるんだったら俺も10もう一回10いやいや甘えですね。僕も10ですよ。10。10でもウリとかは細いと思う。09だったらですよね。ブライアン・メイは08だった。なんか聞いたことあります。その辺10人トイレなんだからね。なんかギターとてもパーソナルじゃないですか。タッチ毎日触ることですね。普通は細い弦だと音も細いような気がするけど、本当にそれでいい音を出す人はどんだけ細くても出すね。ブライアン・メイなんか本当すごい。いや面白い方向に行きましたね、話がね。珍しいですね。
さあ、ギターの話も盛り上がりましたけどもね、最初にご紹介したように安野村は実はギターとベース二刀流プレイヤーということで、はい、ベースもお弾きになるんですよね。そうですね。なんとそんなところにベースが、はい、こうベースを始めたきっかけというのはあったんですか？何かはまあなんか一番その、まあ、一緒に楽器を始めた友達はベースを始めたのが、めっちゃ歪ましといたんですけど、そう最初にその高校もその一緒に楽器を始めたやつと一緒に行ったんですよね。同じ高校に行って音楽学校で、まあそいつが新しいベースを買ったんで、なんか、そいつの最初に買ったベースをなんか借りて、でまあなんかちょっと弾いたのが最初で。ベーシスト好きってどういったベーシストが好きなんですか？まあ、フュージョン系のベーシストが好きで、そうですね、ゲイリー・ウィリスとかわかんないですかね。トライバルテックって、スコット・エンダーソンがやってたバンドのベーシストなんですけど、まあ、スコット・エンダーソン大好きで MI で教わったりしてたんですけど、ジャコ・パストリアスとかですね。ジャコパスはわかりますよ。ベースちょっとジャムろうか、即興とか。どうしましょう。はい。ちょっとチューニングが。おしゃれですね。みたいな。とてもおしゃれです。ね、ハーモニクスも多用して、ベース弾くときに、例えばほとんどのギタリストはベース弾くと、ギタリストがベース弾いてるような音するじゃないですか。それを避けるために何が一番意識することですか？まあ意識してるっていうか、それはまあなんか自分でもその始めた時はもろ俺の聴いてるベースと違うなっていうのがあって、だからまあとりあえず指で全部練習してたんですけど、最初は絶対ピック使わないようにしてて、でもやっぱもう気をつけるっていうか、多分そうですね、まあ弾きすぎないとかですかね。それもある。プラス例えばなんかドラムのバスドラパターンとか。そうですね、そうですね。ドラムをまあベースを始めてもっとドラムを聴くようになった気がしますね、その演奏中に。難しいですね、フレージングもそうですし。でもヤスあれだよね、なんかSNS とかで見てたんだけど、ゴリゴリのバンドでベーシストとしてそうですねやってるよね。そう。ベースで参加するときはギタリストはどういう人なの？バンブルフットってガンズ&ローデスで元ガンズで弾いてた人。あの人めちゃめちゃうまい。いや超やあとデレク・シェイニアンってキーボーディスト。もう演奏派ばっかりです。そうですね。でベースなんで、ベースでよかったって感じですかね。ギター弾きたくないなって感じ。いやベーシストとしてギタリストよりなんか入る場所が多い気がするじゃないですか。それはそうですね。仕事としてベーシストの方が全然欲しがってるんじゃないですか。そうなんだ。世の中。特にロック系はなんか少ないと思うんですよね、ベーシスト。少ないんだ。みんなソウル R&B 系に行っちゃうから。それとかフュージョンとか、そっちが多い気がする。ロックベーシストがあんま人数が多分そもそも少ないのかなって感じはします。なるほどね。まあちょっとその二刀流っぷりもね、披露していただきましたが、じゃあそろそろマーティいっちゃいましょうか。そうですね。ヤスさんと一緒にやりたい曲なんですけど、僕のセルフポリューションという曲の中のワンセクションで、僕はずっと同じように弾いてたんですけど、それをヤスさんに投げて、完全に僕の演奏を無視して自分なりにアドリブしてみてくださいって言ったら、もう喜んでって言ってくれて、ちょっとなんか新しい耳で聞きたいと思います。それでは行ってみよう。ヤス野村 meets Marty Friedman Self Pollution。
や超絶凄まじいですな。すごい楽しかった。すごい新鮮。割とねゆっくり動くジェットコースターに乗っててものすごいスピードじゃないんだけどうわーって人生をね愛を乗せてこう行くのが突然スカッてなぜっていう終わり方するよね。ロイさんの説明最高ですね。想像力。なぜでもうそろそろ生かしてって思うけど生かしてくれなくてすぐ転調するのよねそこで。凄まじい音楽やね。これはでもこの音楽を聴くときにこのギターの弾いてる手元を見てる方が健全っていうかうまいなすごいなと思うけど頭の中で描いてる風景を想像すると生きていくのが辛くなってくる。いい説明ですね。ありがたい。実際どうした弾いてみて。いやめっちゃかっこいいっすね。むずいっすけどその転調というかいやでもめっちゃかっこいいっす。いや、ヤスさんが弾くとすごいなんかの新鮮なもともとこれはなんかもうすでにあるメロディーなんですけど完全にアドリブで弾かせましたので僕聞いたらもう完全に別の世界から別の惑星から来てるようなちょっと宇宙人の侵略みたいな感じがね嬉しかったです。素敵な演奏でした。いやもうこのロック藤山来ていかがでしたか。いや楽しかったです。いや本当になんか奥深いですね。なんか何でもできそうな興味が広いしなんかおしゃれのフュージョンからもゴリゴリメタルまでそれとポップスのセンスもあるし、両方の楽器すごくうまく弾けるから、どこにでも好きなだけいけると思いますんでそれはなんか本当になんかいるとなんか絶対何か面白いことジャムることできると思います。なるほどね。いやこれだけね引き出しというかね振り幅のあるアーティストもね、どうでしたロリーは。さらに美しい。そうね。それ一番大事ですよ。プレイもだけどその佇まいネパールの王子みたいなネパールの皇太子って感じ。はい。ぜひ、ネパールっぽいのが流れましたけどこれからもねまた、ロック藤山ファミリーの一員としてぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。Okay, so until next time, keep on rocking! Hell yeah!